田の久。阿波の国徳島田野村というところに田野久兵衛という農民がいた。この男、芝居の名人で、昼間は農業、夜は芝居を営み、田野座という座を組んだ座頭で、女方もすれば敵役もする名役者であった。ところが、諸国へ興行に参ることとなって、各地を旅しながら、伊予の国宇和島へ差し掛かった頃、国の老いた母が危篤だという知らせを受けた。座頭であるから興行に差し支えるが、やむを得ず、芝居を他の者に任せて、一旦国へ帰ることにした。もとより旅役者であったので、着物や桂などをかごに入れて背負い、急いで宇和島を後にした。虎穴峠のほとりまで来ると、峠の方から木こりが2、3人降りてきて、おいお前、どこへ行く？誰にも止められなかったのか？と聞いてきた。久兵衛は、へえ、阿波の国に帰る途中でして、どなたにも止められませんでしたが、と返すと、木こりは、この山には化け物が出る。日が暮れてから登った者は、一人残らず命を取られた。悪いことは言わねえから、引き返せ。宿賃がないのなら、俺の家に泊めてやる。と言った。久兵衛は、ご親切にありがとうございます。ただ、老いた母が危篤ゆえ、一刻も早く故郷に帰りとうございますから。と言うと、木こりも諦めて、無理には止めねえが、気をつけて行けよ。峠の途中に俺らが一服する小屋があるから、そこで日に当たって体を温めていくといい。と言ったので、久兵衛は礼を言って峠を登っていった。しばらく登っていくと、木こりたちの言った通り、小屋があった。久兵衛はここで一休みしようとかごを下ろし、火を起こして、タバコをスパスパと吸い始めた。すると、雨がポツポツと降り始め、大降りにならなければいいが、と思いながら日に当たっているうちに、うつらうつらと居眠りを始めた。ポツポツ降っていた雨は嵐となり、吹きつける風が小屋の戸をカタカタと鳴らして、身の毛もよだつほどに冷えてきて、あまりの寒さに久兵衛が目を覚ますと、白髪の老人が現れ、貴様は何者じゃという。久兵衛が、へえ、私は田野久兵衛と申すもので、と答えると、老人は、田野久兵衛、田野久。ははあ、貴様タヌキだな。と言った。へえ、田野久でございます。あなたは？わしはこの山に数千年住み、白蛇である。お主はどうしてここにおる？へえ、諸国をめぐって、阿波の国に帰るところでございます。ほう、それは恐れ入った。わしはここに数千年住んでおるが、他国へ行ったことがない。今夜もここで、往来の者の命を奪い、その血肉を食らおうと思っていたが、タヌキであれば仕方がない。ところで、狐の七化け、タヌキの矢化けという言葉があるが、タヌキの化け方を見てみたい。どれ、一つ化けてみろ。
久兵衛はこの化け物、タノキューをタヌキと聞き間違えているな。なんとかこの場をごまかして逃げ出さなければ食われてしまう。と思い、カゴに入った着物やカツラを使って、さあさあ、タヌキの化け方をご覧ください。と、老王に化けてみせた。続いて娘、坊主、老婆と化けると、上ばみは大いに感心し、ほほう。タヌキの矢化けには実に恐れ入った。わしはこの白髪の老人以外化けたことがない。どうじゃ、もう一日ここにおったら、わしも工夫を凝らして、他にも化けて貴様に見せてやるが。と、久兵衛に申し出ると、久兵衛は少し考えて、ことによれば、もう一日ここにおってもよいぞ。と答えた。それから上ばみと久兵衛はいろいろな話をした。ところでタヌキよ、諸国を巡ってきたというが、怖いというものを貴様は知らんか。へい、そりゃ、私にも怖いものはあります。して何が一番怖いのじゃ。私が怖いのは、世の中に金が敵と言います通り、金より怖いものはありません。さようであるか。お前様は何が一番怖くございますか？わしはヤニが一番怖い。ヤニ？キセルに溜まったヤニのことだ。これが体につくとたちまち腐り始めて、そのために死んでしまうこともある。何が怖いと言っても、タバコのヤニほど怖いものはない。などと話しているうちに、早速夜明けとなったので、上ばみは、時にタヌキ、もう夜が明けるので、わしは帰るが、今夜また来るから待っておれよ。と言って自分の巣に帰っていった。久兵衛はよもすがら上ばみに食われやしないかとビクビクしながら起きていたので、くたびれてしまって、そのままぐーっと気を失ったように眠ってしまった。夜が明けると、昨日の木こりたちがやってきて、小屋に入ってきた。ああ、昨日の旅人だ。強情にも山を登っていったばっかりに、かわいそうに。あの後、また登っていった人があったのか。坊主頭、そこにはばあさま、ここには娘の頭。化け物め、襟好みして頭の皮だけ残してやがる。いや、待てよ。旅人は眠っているだけだ。おい、起きろ、起きろ。叩き起こされた久兵衛が目を覚ますと、昨日の木こりたちであったので、昨夜の出来事、白髪の老人に化けた上ばみにあったこと、自分が役者で助かったこと、キセルのヤニのこと、そして今晩再びこの小屋に上ばみが訪れることを話した。すると木こりたちは、それは良いことを聞いてくれた。他の久兵衛殿、お前様には申し訳ないが、もう一晩ここに泊まってくだされ。と言って、町へ行って家々を回り、タバコの灰、吸い殻をかき集め、キセルのヤニを取り出して、一だるいっぱいにヤニを集めて、これを持って峠の小屋に戻り、樽と一緒に身を隠した。久兵衛は小屋で
夜が更けて上ばみが再びやってくるのを待った。夜半過ぎ、外から、おーい、タヌキや、おるか。と声がして、上ばみが得意げにやってきた。そして、小屋に入った途端、隠れていた木こりたちが飛び出して、闇の入った人だるを上ばみの頭にひっくり返した。ギャーと、断末魔を上げた上ばみは、七点抜刀、苦しみもだえて、末だーっと引き返した。これを見て木こりたちは大喜びし、ああ、ありがたい。これで皆、暮れ方まで仕事ができる。今までの旅人の仇、村の者の仇、仲間たちの仇を一度に討てた。本当にありがとう、久兵衛殿。ぜひ俺の家へ来て、酒の一杯でも飲んでいただきたい。と言って、木こりたちは久兵衛を引き連れて家に帰り、その夜は、木こりの家で酒を飲んで夜を明かし、翌朝、餞別をもらって国へ立った。そうしてちょうど日が暮れた頃、故郷の家に到着した。おーい、おまさや、今帰ったぞ。ああ、よく達者で戻ってこられました。おふくろ様の具合は？はい、一時はよほど悪くて心配しておりましたが、どうやら良い方向に向かわれて、この頃は食事も美味しく召し上がるようになりました。というので、久兵衛も一安心して、女房と向かい合って一杯飲むと、どっと疲れが出てきたので、布団に潜り込んだ。すると、トントンと戸を叩く者がいる。はーい。と、妻の声がしたので、おいおまさ、俺が帰っているのを村の奴らが知っているはずはない。誰だろうな。ちょっと待ってくれ。と言い、妻を引き止めて戸口に出てみると、補欠峠で出会った上ばみがすくっと鎌首を立てている。おい、えらい目に遭わせてくれたな。お互いに怖いものを打ち明けたのをいいことに、わしに頭からヤニをかけて死にかけておったが、ようやく傷も癒えて、ここを探し出して、敵討ちに来た。さあ、表へ出ろ。ああ、お前様の怒りはもっともだ。私が悪かった。しかし、私には老いた母も、妻子もいる。今、お前に殺されてしまえば、後に残った者たちはどうする？腹が立つだろうが、どうか命だけは助けてくれ。アホを抜かせ。幾度詫びようとも、了見ならぬ。貴様の怖がる金じゃ、覚悟しろ。と言って、1万円放り込んだ。この話は、豊臣秀吉におとぎ衆として仕えたと言われる、そろり新左衛門の上ばみの復讐をもとに再構成させていただいた話である。この動画では、田野久兵衛が諸国を旅しと省略しているが、文中では詳細な経路が書かれており、阿波の国徳島を出た久兵衛は、長崎、広島、愛媛の宇和島と四国、本州、九州をまたいで旅をしており、現在の愛媛県宇和島市と西予市をつなぐ補欠峠で上ばみと出会っている。上ばみはこれをタヌキが一匹
式で海を渡って旅してきたと思っているので、それは驚いたに違いない。また、阿波の国といえば、阿波たぬき合戦の舞台であり、四国三名たぬきの一角、金頂たぬきもいる。たぬきの聖地とでも言うべき場所であるので、さすがの上ばみも他の宮に一目置いていたわけである。見年の初めに、景気の良い昔話でございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。